第3話獣医師コウベイと魔法の猫サムシー。コウベイとアキの出会い。アキが動物病院に新しく配属された日、彼女は緊張と不安を抱えていました。動物看護師としての経験が浅い彼女にとって、新しい環境は未知の世界でした。一方、コウベイは獣医師兼消毒清掃責任者として働いており、その冷静な態度と動物に対する深い理解から、アキは彼を尊敬していました。信頼の芽生え。ある日、急患の犬が運ばれてきた時、アキは対応に戸惑っていました。副院長タカが外出中で対応できない状態で、コウベイが冷静に院長アルンに連絡し、適切な指示を受けて対応しました。この一件で、アキはコウベイの実力と冷静さに感銘を受け、彼に対する信頼が芽生えました。コウベイの行動は、彼がただの獣医師ではないことを示していました。共に働く中での絆。その後も、コウベイとアキは動物病院で共に働く機会が増えました。アキはコウベイから過去の例え話を聞き、それをもとに勉強し徐々に自信を深めていきました。コウベイはアキの不安を理解し、優しくサポートすることで彼女の成長を見守りました。アキもまた、コウベイの誠実さと優しさに触れ、彼を尊敬するようになりました。職員からの嫉妬。しかし、コウベイの実力と冷静さが他の職員の嫉妬を招くことがありました。特に、ベテラン獣医師のブギは、コウベイが新米獣医師でありながらも動物に対する深い知識を持っていることに強い嫉妬心を抱いていました。ある日、ブギは他の職員たちと共にコウベイの清掃用具を隠す計画を立てました。昼休みの間にブギとその仲間たちはコウベイの清掃用具を倉庫の奥深くに隠し、彼が見つけられないようにしました。昼休みが終わり、コウベイが清掃を再開しようとした時、用具が見当たらないことに気づきました。どこに行ったんだろうとコウベイはつぶやきながら病院内を探し始めました。その様子を見ていたブギたちは陰で笑いながら彼を見下していました。新米のくせにベテラン獣医師みたいな顔をするからこうなるのよとブギは仲間たちに言いました。コウベイは冷静さを保ちながら院長アルンに相談することもなく、自分の力で全てを解決しようとしました。彼は倉庫の奥深くまで探しに行き、ついに隠してあった清掃用具を見つけました。その時、ブギが現れました。見つけたのね。でも、次はもっと難しくしてあげるわ。とブギは冷笑しました。コウベイはブギに対して怒りを見せることもなく、むしろ彼女の行動を理解しようとしました。ブギさん、何か不満があるなら話してくれませんか？お互いに協力して働く方が、病院のためにも私たちのためにも動物たちのためにも良いと思います。と落ち着いて話しました。ブギは一瞬驚いた表情を見せましたが、すぐに冷たい態度に戻りました。あなたと協力することなんて何もないわ、と言い残し、その場を去りました。魔法の猫サムシーの登場。その日の夜、コウベイが病院を閉める準備をしていると、魔法の猫サムシーが現れました。サムシーはコウベイの肩に飛び乗り、彼の耳元でささやきました。コウベイ、
ブギに優しさとは何かを教える時が来たようだね。翌朝、獣医師のブギが病院に来ると、彼女のロッカーが開かなくなっていました。何度試しても鍵が回らず、焦ったブギは他の職員に助けを求めました。しかし、誰も開けられず、ブギは困り果てていました。その時、コウベイが現れて黙って鍵を修理し始めました。その時、サムシーの目が優しく輝き、魔法の力でロッカーの鍵の修理を手伝い始めました。すると、自然に鍵が回りました。これはどういうこと？とブギが呆然とする中、コウベイとサムシーは静かに去っていきました。ブギはその瞬間、心の中に温かい気持ちが広がり、自分の行動を深く反省しました。そして、いじめは良くないと心から感じました。友情と信頼の進化。時間が経つにつれ、コウベイとアキの間には深い友情と信頼が築かれていきました。アキはコウベイに対して感謝の気持ちを抱き、彼の存在が自分にとって大きな支えであることを感じていました。コウベイもまた、アキの成長を喜び、彼女との絆を大切にしていました。新たな冒険への準備。コウベイとアキは動物病院での経験を通じて、お互いにとって欠かせない存在となりました。彼らはサムシーと共に魔法の国の動物を救うための準備を進めていきます。サムシーはただの猫ではなく、魔法の力を持つ特別な存在であり、彼の助けを借りて、二人は数々の試練を乗り越えていくことになります。これから待ち受ける試練や冒険を乗り越えるために、二人の絆はさらに強固なものとなっていくでしょう。